ここ、標高2200メートルです。日本でいうと富士山の5合目あたりの高さです。でも、ここにあるのは山小屋ではありません。これだけ大きな都市があります。そしてこの町は、このような斜面に広がっています。なぜ人は、こんな山の上に都市を作ったのでしょうか。ここはインド北部、ヒマーチャルプラデーシュ州の州都、シムラー。市街地の標高はおよそ2200メートル。シムラーは一本の尾根と、そこから伸びる複数の斜面に街が広がっています。実際に歩いてみると、坂道や階段が至るところにあります。それでもここでは普通に人が暮らし、店が並び、車が走っています。ではなぜ人はわざわざこの山の上を選んだのでしょうか。シムラーが大きく発展したのはイギリス統治時代です。当時、インドの平地で暮らすイギリス人にとって夏の暑さは大きな問題でした。現在でもインドの平地では夏に40度を超えることがあります。一方、標高2200メートルのシムラーでは夏でも平地ほど気温が上がりません。こうしてシムラーは暑さを避けるための高地の滞在地としてイギリス人の間で発展していきました。しかし、シムラーは単なる避暑地では終わりませんでした。1864年、シムラーはイギリス領インドの夏の首都になります。ただし、一年中ここに政府があったわけではありません。暑い時期になると、政府はコルカタからシムラーへ移動していました。もちろん、移動するのは政府だけではありません。そこで働く人がいて、住む場所が必要になります。そして、その人たちの生活を支える店や施設も必要になります。こうして、夏の間政府が移ってくる場所に、人と都市の機能が集まっていきました。避暑地だったシムラーは、次第に都市へと変わっていったのです。しかし、ここで新たな問題が生まれます。都市には人だけでなく大量の物資が必要です。食料も建築資材も生活に必要なものも運ばなければなりません。ところがシムラーは標高2200メートルの山の上。しかも町は急な斜面に広がっています。では、こうした人や物をどうやって山の上まで運んだのでしょうか。その答えの一つがカルカ・シムラー鉄道です。カルカからシムラーまでは約 97km。山を越え、数多くの橋やトンネルをつなぎながら、標高2000メートルを超えるシムラーまで線路が伸びています。1903年、この鉄道が開通しました。山の上のシムラーは、鉄道によって平地と結ばれることになります。ところが、ここで時系列を見ると、少し不思議なことがあります。シムラーが夏の首都になったのは1864年。一方、カルカ・シムラー鉄道が開通したのは1903年です。その差は約40年。
つまり、鉄道があったからシムラーに都市ができたわけではありません。先に暑さを避けるための滞在地ができ、そこに政府が移り、人や都市の機能が集まっていきました。そして、その後に鉄道がやってきたのです。では、鉄道はこの都市をどう変えたのでしょうか。鉄道によって、人や物資を山の上まで運ぶことが以前より容易になりました。食料や建築資材など、都市を維持するために必要な物資を平地から運び込めるようになります。そして、人の移動も大きく変わりました。シムラーは平地から切り離された山の上の町ではなく、外の世界とつながる都市になっていったのです。山を越える鉄道は、シムラーの都市としての成長を支える重要なインフラになりました。そして、その結果が今のシムラーです。今もシムラーには多くの人が暮らしています。標高2200メートル。坂道や階段が続く山の上で、人々は暮らし、店を営み、車が行き交っています。シムラーは最初から都市を作るために選ばれた場所ではありませんでした。暑さを避けるための滞在地として選ばれ、そこに政府が移り、人と都市の機能が集まっていきました。そして後から鉄道が加わり、この山の上の都市を平地と結びました。だから標高2200メートルの山の上に、今もこれだけ大きな都市があるのです。